はい、今日はですね、DIY の話なんですけど、うちで使ってるツールワゴンがあるんですけど、これ東洋スチールさんっていうところのメーカーのものなんですけど、オリジナルは白黒のデザインなんですね。で、某ブランドのふん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 さんが別注で作ってるモデルがあるんですけど、それが白グレーで、それがかなりおしゃれなんですよね。ちょっとの違いなんですけど、でそっちいいなと思ったんですけど、オリジナルが1万2、3000円に比べて、その別注モデル3万弱ぐらいしちゃうので、ちょっと手出ないなっていうことで、作っちゃえという節約 DIY 動画になります。動画自体作ったのはだいぶ前になってくるので、動画の質とかちょっと音質悪くて申し訳ないんですけど、ゆっくり見ていただけたらと思います。では本編スタートします。どうぞ。部材セットを上げていきます。タイヤのところがもうすでにトラスコって入っているのがかっこいいですね。ここも塗ろうかなと思ったんですけど、結構ちょっと薄いグレーなんですね。白かと思ったらちょっとグレーなんで、これこのままでいいかもしれないですね。支柱だけやって本当ジャーナルもどきにしてもいいかもしれないですね。ちょっと予定変更するかもしれないです。こんな感じです。このねエンボスの加工がかっこいいですね。この色だったら部屋に合いますね。ほら結構しっかりとした重さあるんで、スチールの作り、こんな感じです。最大積載量80キロ、20キロ、30キロ1台に乗せることないと思うんで、全然余裕ですね。バッチリです。そしたら組み立ての前にちょっとそうしましょう。支柱ちょっと塗装して、こっちはちょっと考えます。またなんかそのうちやりたかったのに感じでしようかなと、今思ったんで、それでいきます。この支柱は黒のやつ塗装、やっぱ普通の工業的なやつなんで、やるにしてもアイアン塗装とかしてあげるとかっこよくなるかもしれないです。よりじゃあやっていきましょう。塗装編でいきます。でちょっと塗料が余ってたやつちょっと適当に調合します。リノベの時に余った白と黒と、あとブルーグレーのトイレに使ったブルーグレーちょっと余ってるんで、これでグレー作ろうかなと思います。僕ちょっと節約しますけど、一からやる場合とかだったら本当はアイアン塗装のグレーとかで本当はやりたかったんですけど、今回節約 DIY なので余ったものでやっていきます。どんぐらい必要あるの？ポール4本だけなんでそんなにいらない。足りなくなったら一番めんどくさいんで。
そしたらこんぐらいのグレーで塗っていきたいと思います。結構量作っちゃいました。これはまた余りますね。なんかで使えたらなと思いますけど。今回このペンキ塗料なんで、スポンジで塗っていきます。これは激落ちくんですけど、正直スプレーで塗った方が綺麗だし早いんですけど、今回はマンションなんであんまスプレーを広範囲に吹けないんで、これで塗っていきます。ちょっとムラのある仕上がりというか、そういう感じに逆になるんで、今回とかはいいかなと。言うの忘れたんですけど、この素材絶対プライマー塗った方がいいです。下塗りしないと剥がれてきちゃうかなとは思うんで、僕は別に今回は剥がれても黒が出てくるんでいいかなって感じです。プライマーだと密着ロンが一番いいと思います。ちょっと匂いきついですけど。はい、塗装が終わったんで組み立てしていきます。意外とボルト20本ぐらいつけなきゃいけないんで、女子とかは難しいかもしれないですね。難しいことはないと思うんですけど、時間かかるかもしれないです。はい、組み上がりました。でちょっと注意点なんですけど、ペンキで塗るとやっぱり塗料が厚くなる分、ポール通す時にここ剥げてしまうので、そういうのが気になる方はやっぱりスプレーで薄く塗装した方がいいと思います。でやれた感じとか剥がれていく過程を楽しめる方はペンキでバーって塗っちゃうと雰囲気はどんどん出てくるかなと思いますので、そこはお好みでいいと思います。でですね、このツールワゴンは、ガジェット系の収納ワゴンにする予定なので、その小分け用にこういうツールボックスを購入しました。いろいろ探し回ったんですけど、サイズ合うものはやはり同じブランドから出てました。トラスコの VN 型コンテナの 1.8 リットルのもの、これが横幅がバッチリ合うんで、これを使っていきます。
こんな感じで横幅ぴったり合いました。はい、こんな感じで小物、これで収納していきたいと思います。このツールボックスも表記サイズだとちょっと入らないかなっていう感じだったんですけど、実際一か八かで買ってみたらぴったりあったんで、このセットがとてもおすすめです。これでかなり収納力が増しました。というわけでツールワゴンの DIY プチ DIY でした。また次の動画でお会いできればと思います。では。